こんにちは、みるみるです。現在コナン TCG では公認戦は勝敗にこだわらず交流を目的とした交流戦しか行われていません。しかし勝敗が発生するカードゲームである以上、勝ちたい人もいるでしょう。今回は X で投稿されたコナンカードゲーム交流戦優勝デッキレシピを色別に集計し、週ごとの統計とその感想をまとめてみました。かなり調査はやばいですが、これからコナンカードゲームを始める初心者やこれから行われるであろうランキング戦に向けて極めたい人にも参考になる情報だと思います。では見てみましょう。まずコナン TCG が発売された2024年5月4日から11日の情報と言いたいのですが、この期間は交流戦の報告が1件しかなかったので、5月4日から5月18日の2週間分のデータをまとめてみました。青木以外の全ての色のデッキがまんべんなく優勝した期間と言えます。この時期のデッキは全て同じ色であっても勝ち筋が異なり傾向がない時期でした。では次週5月19日から5月26日を見てみましょう。なんと青緑の優勝報告がなく赤黄が占める週となりました。黄色は僕の日本から加算済みされていたり、松田陣平が採用されていないなど現在の主流とはかなり異なる感じでした。赤単はドローエンジンとして赤いつとむか宮の明美いずれかを採用している雰囲気が感じられました。この週についての感想は以上になります。では5月27日から6月4日の結果はどうだったのでしょう。先週と一転、青タンの半分を占めるようになりました。少年探偵団を採用するデッキは少なくなり、7の毛利蘭と6の工藤新一が活躍するスタン構築の青タンが流行っていました。黄色も先週に引き続き検討しており、松田陣平と刑事らしくを駆使してアムロさんを使い回す俗に言う無限アムロデッキの構築が固まりだした週でした。では6月5日から6月11日をチェック。この週も青の活躍が目立ちます。なんとこの週から少年探偵団やアガサ博士の投入率が 0% になってしまった。白は優勝報告がありつつもデッキレシピの公開が少なく、まさに正体不明の怪盗キットという感じでした。なんとこの週の赤デッキはウォッカの投入率 100%、 さらに赤いつとむか宮の明美を採用だったのに対して両方を採用した高速ドローデッキという構築が目立ちました。そしてこの週で初めて青木の優勝報告が上がっている。では直近の週である6月12日から6月19日を見てみよう。なんとこの週は緑の活躍が目立つ。緑単は平次とカズワの強力なコンボを生かしたデッキが主流だった。青緑は一人エイジカズワともいえるランを緑でサポートする感じでした。そして赤はなんと赤いつとむたけ宮野明美がともに採用率が 0% になり、赤い11を採用したハンデ姿が主流になった。赤変わりすぎだろ。個人的に注目したいのが一見優勝報告があった初段のデッキだが、レベル2キャラが3枚レベル3キャラが6枚という、レベル2キャラを6枚入れるべきという現在のデッキ構築セオリーから大きく外れたのがユニークでした。総じて感想ですが、まず単色は青赤黄の活躍が目立ちます。緑と白の優勝数がやや少ないですが、次のブースターパックでは強化が確定しているので、ここから使用者が増えるのは間違いないでしょう。特に赤と黄色のデッキの研究スピードは凄まじく、使われていたカードが次週には使われなくなっていたり、使われていないカードが次週には3積みになっていたりしてデッキレシピを見るのは面白かったです。多色は青赤青緑の活躍が目立ちますね。青緑は青と緑が半々の構築に対して、青赤は赤のデッキにシャッフルロマンス3枚だけだったり、青のデッキにメアリー3枚だけだったりという構築差があるのも見逃せませんね。5月末までは効果によるリムーブを主軸に置くデッキが多かったのですが、6月中旬あたりからアクションによるリムーブを主軸に置いた構築が主流になり、青タンにおいてアイちゃんで出せる最大火力であるレベル5バニラの江戸川コナンが採用されつつあるのがその傾向ですね。現在のコナン TCG では特にこのデッキが1強ということが起きておらず、環境としてはかなり健全なので、初心者の方は安心して好きなキャラでコナン TCG を始めてほしいです。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。